からの富士からのマッサージだ。よろしくお願いします。はい、ということで今回はね、レトログさんの倉庫にやってまいりました。すごくないですか、このゲーム、奥行きすごいみたいなね、ここスーファミみたいな、全部箱付きみたいなね、このゲームの数相当すごいですね、これね。レトログさんといえば、僕とね、結構コラボ企画とかやらせてもらったんですけど、このレトログさん、なんと、ヤマトククラシックという名前で、海外で販売してるんですけども、2001年から eBay で販売されてるんですね。これはもうね、老舗と言っても過言ではないと思います。それと同時に、日本のゲームが海外の方に認められてる。これもね、僕はコレクターとして嬉しいですね。そんなレトログさんなんですけど、こんだけゲームはありますが、ちゃんとね、保管しているのか、丁寧に扱っているのか、メンテナンスはしているのか、僕が言うのもなんですけども、チェックして見てみたいと思います。そして、この倉庫の中には、どんな貴重なレアなアイテムがあるのか、調査してみたいと思います。はい、そしてこちらなんですけども、本体、ソフト、パーツで常時2万点以上在庫があるらしいんですよ。僕はね、レトロゲームコレクターとして約3万本以上持ってるのですが、レトログさんは販売もしている中、常時2万点以上保持してる。これ凄まじいと思うんですよ。そしてレトログさんは年間20万点以上のアイテムを全世界に向けて販売していると。そして僕が見た限り種類も豊富ですし、この保管の仕方も丁寧だと思うんですよ、結構ね、これね。だからレトログさんにぴったり買ったり、僕はすごく安心できると思いますね。そんなレトログさんの倉庫なんですけど、これ2万点以上の在庫の中で最も貴重なアイテム、こちらを探してみたいと思います。こっちはどう？こっちは半受けですね。すごくないっすか？結構スーファミつなめてきたのに、この辺デュオとか箱付きですよね、これね。すごくないですか？デュオもすごいんですけど、もっとすごいレアなデュオ RX がありますね。すごくないですか？箱付きで。で、聞いたんですけど、こういうなんか CD 系のゲームとかスーファミとかも含めて、全部動作確認はされてるんですね。すごくないですか？ちゃんとしてると言っても過言ではないですね。スーファミスナミはもうスタンダードにいっぱいありますが、スパグラの箱付き、これもなかなかなもんじゃないですか。すごい。メガ CD のカラオケの箱付き。これ箱付きって僕見たことないかもしれないぐらい貴重なもんですよ。貴重というよりも珍しさが勝つかな、これに関しては。すごいですね。これでカラオケしてた時代があったのかもしれないですね。MSX。これで動作確認してるのはすごいっすね。これもなかなかないもんだと思います。なんか懐かしい絵がありますけどね。こういう形の MSX もあるわけですね。重いハードって書いて、こっち CD 系じゃないですか。これもなかなかすごいサターンのやつなんですけど、新品ですよね。ファルコムクラシックスの新品、サターンの。でもサターンの新品がなんかすげえ多くないですか？この辺全部新品ですよね、これ多分。一応タイトルもね、結構あるものなんですけど、新品はなかなかないんじゃないでしょうか。ストライダーヒルの1、2が PS1 のやつです。これなかなか貴重なと思います。未開封って書いてある。スーパーネスの未開封もあったりとか、なかなかすごいね。誰が売るんですかね、これ。誰が持ってるんですかね、そもそも。マーク3とかも結構あるんですね。こっちにもマーク3のペンギンなんだ。箱がいいですよね。箱が綺麗、すごく。結構ね、傷んでるのも中にありますけど、この輪ゴムとかってなんか落ちないようにしてるのかな。結構箱が傷んでるんで、これに関しては。これもなかなか配慮っちゃ配慮ですね。ルナーボール、これね、抱き合わせの王道でしたけど、今となってはいい思い出ですね。これもなかなか、ファイナルファンタジー1はなかなかね、貴重なんです。ちょっと丁寧に扱うので見てみる。綺麗、説明書とかも綺麗。1ってやっぱ綺麗なやつ少ないですよね。最初のやつだからかもしれないですけど。ネオジオのコーナーなのこれすごくないですか？まずね、龍子の剣が3個ある。なんかうちに帰ってきたみたいな。こういうのうちにも結構ある。
これでも結構綺麗なんですよ。箱とかも結構綺麗だし、まあなかなかいいんじゃないでしょうか。まあとはいえね、リュウコの剣2は僕もいっぱい持ってますよ、これは。あとサムスピね。サムスピ。6月に発売されますけどね、新作が。新サムですね、こちら。これもまあ僕ん家に近い。こういうのは結構僕ん家にあったりするんですが、おーっと得点を2じゃないですか。これ僕結構好きですよ、この監督がなかなかね、かっこいいんですよね。こんな感じの監督がいるんですよ。お茶目な監督がいるわけです。じゃあ KOF96 ですか。このハードケースはね、これ95からこのハードケースに変わっていったんですけど、これもね、結構割れたりするんですけど、これなかなか綺麗な96ですね。来ましたね。これ一番このコーナーで貴重じゃないですか。エイトマン。エイトマンの箱付きはなかなか見ないっすよ、これ。説明書もしっかりついてますね。いや、ここネオ上のコーナー、すごくない？あと、PC エンジンリオのコーナーもすごかったけど、ここのコーナーもなかなかスーハミがすげえ。さっきあっちにもあったけど、ここすげえじゃないですか、このスーハミのコーナー。スーハミがどんだけ入荷するのか話ですよね。箱付きだからまあいいっちゃいいですけど、でも、こことかって、ね、箱なしとかも、スーハミがぎっしりあるわけですよね、この至るところ。下多分スーハミすげえ多いですよって、スーハミ、多分ここだけスーハミ100以上あるんじゃないかなっていうぐらいすごいですけど、でも、スーハミはそれで数はすごいですけど、ここすごいですよ、はっきり言って。これね、ちょっと慎重に触りますけど、これ分かりますこれ、サターン全部新品ですよ、これ。誰が売るんですかねこれ業者かっつって多分業者じゃないですか、本当に売ってる人。で、スーハミとかいっぱいありつつ、いや、ここもなんか、すごくないですか？なんでサターンの新品がこんなにあるんですかね、ここ。で、まあ、デフォルトでスーハミとかいろいろとありつつ、またサターンの新品とかね、ありつつ、これも、バーチャファイターとか、これ、多分新品っぽくないですよ、これ。ゲームギアなんですけど。またスーハミがいっぱい見えてますね。まあ、こっち箱スーハミ、僕の人多いんでしょうね、やっぱね。売れてますもんね、スーハミね。ここファミコン結構いいじゃないですか。スイートホーム。これもなかなか貴重なもんですよ、箱付きはね。怖いやつですけどね、当時にしてみると。これ、すごくない？バットマンリターンズ、なんか何がすごいって、新品並みに綺麗なんですよ、これ。これすごくないですか？こういうのは僕好きっすよ。ゲームギアですけどね。これも綺麗そうかな。これもなかなかアーバンチャンピオン綺麗だな。ちょっと中だってこれ新品並みの綺麗さだもんね。ちょっと中の硬い。まあちょっと中汚れてるけど結構綺麗な感じです。なんかが入ってる。これはなんかすごい貴重なもんじゃないですか。ハイスコア記録カード。当時のものですね。これ入ってる。慎重に開けます。戻しますね。これゲームギアがあって、ファミコンがあってみたいな。マザーもいいじゃないですか。マザーもなかなかな名作ですよね。若い子も結構好きなことプラム。これは切なシーンかな。で、このなんか白いやつ。こう見たから何か分かんなかったけど、高橋名人の冒険島本みたいなね。これすごくないですか？箱付き。うちも結構あるんですけど、箱付きであって、まあ高額って分かりますけど、これビニールにくるまれててやっぱ貴重だからこうなってるんですかね。綺麗だもん、多分。箱もついてるし、綺麗そうな感じ。名人4といえばね、1、2が死ぬほど難しいに対して、3、4でどんどんマイルドになってってましたからね。もっと難しくてよかったんじゃないかと僕は思ってましたけど、これはこれでよかったんじゃないかと。この高橋名人の僕には、をコレクトすれば、名人のハートは君のものだぞなんてね、言っておりますけどもね。じゃあですね、次はですね、このレトログさんに最も送られてくるゲーム、こちらをね、探してみたいと思います。いや、すごいっすね。すごいんですけど、デフォルトでこの上の方にスーハミの箱付きが並んでるっていうのがすごい好きですよ、こういうの僕。スーハミの数どうなんですか1000体ぐらいあるんじゃないですか、この倉庫に。あるような気がしますけどね。でですね、このレトログさんに一番送られてくるゲームなんですけど、そのソフトが
こちらとのことですね。じゃん。スーパーファミコンのナンバーよりファイナルファンタジー6。やっぱこれすごい売れてるんですもんね。スーファミは特に売れてるし、さらにファイナルファンタジー、4、5、6の中でも6が一番売れてるっていうのもあるかもしれないですね。年間なんと、こちらの FF6 なんですけども、400本以上送られてくるということですね。だから、毎日必ず1個は送られてくるみたいなことですかね。ファイナルファンタジー6でした。これを見に来たんだけど、目に入るところにまたすごいのがあるんですよね。例えばこことか、すごい、ここゲームボーイのコーナーっぽいんですけど、なんとなく。ポックマン4号箱付きっすかね。これもなかなかなもんですよね。これゲームボーイのコーナーみたいですけど。そしてここ、こんなことありえんのマジで。ちょっと。これで未開封って書いてあるんですよ。PC 原人2の未開封新品が6個もある。こんなことってありえます？うちみたいな感じですよね。この同じもの何個も。で、ここはね、仕事なんですけど、こんな売る人がいるんですね。この辺で、高額って書いてありますけど、高額なんですよ。高いものですよ。この辺とかも貴重ですよ。で、なんと、スパグラのやつがあります。高額って書いてありますけどね。スパグラ専用ソフトなかなか見ないです。1941は特に見ない品物だと思いますね。すげえな、こんなのも入ってる。ここまで本当ね、スーファミの箱付きがいっぱい並んでおりますけど、ね、ここスーファミがすごい多いですね。うわ、すごいすごい。これそこら辺新品なんですか、全部ここ。パニックボンバー。なんかね、このピシッとしてるんですよ。ちょっとよれてますけど、新品っぽい感じですよね。開けないでおきましょう、怖いから。ボンバーマン5もこれ新品でしょ、どう考えても。すげえピシッとしてる。これはね、なかなか僕も好きなやつですよね。もっとね、こっちの1とかのがやり込んだらいるんですけど。マリカーね。マリカーもすごくないですか？スーファミのマリカーがここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるみたいな。聞いたところによると、このレトログさんで一番売れるゲームが、このスーパーファミコンのマリオカートらしいですね。なんと、年間に300本以上売れるらしいんですって。だから、1日あたりにすると約1本は売れてるみたいな。それほど売れるゲーム、今でも根強い人気があるゲームと言っても過言ではないんじゃないですかね。いや、マリオカート面白いですからね、やっぱね。ボンバーマンも面白いけど。すごいっす。こっちもスーファミじゃないですか。スーファミがない面がないぐらいスーファミ。でも、箱付きはすごい。さらに、ロボットとか PC エンジンとか箱付き、貴重なものを紛れてるみたいな。でもやっぱスーファミはね、やっぱすごい送られてくるんでしょう。そしてじゃあこっちのドラゴンの方がいってみます。ちなみにこのドラゴンって書いてありますけど、ドラゴン系のゲームが入ってるわけではなく、スタッフの方が分かりやすいように区別をするだけだそうです。こっちとかもね、クラゲとかサザエとかマリオとか、これも分かりやすいっていうことなんですね。じゃあこれドラゴンの方が見てみますか。ここすげえなマジで。まずね、このゲームボーイミクロ、このファミコンバージョンが入ってます。これやっぱ封がしてあるから、貴重だっていうのが分かりますね。そしてこのスタンダードな初代の、箱の色は違いますけど、ゲームボーイが入ってましたね。ちなみにね、このゲームボーイ、ハードゲー本体ではこのレトログさんで一番売れてるらしいです。年間600台売れてるらしいです。600台って言ったら1日あたり2点ぐらい売れてる計算になります。ただね、この初代のゲームボーイ、この箱付け今結構貴重となっております。ここもすごいな。ここもそのメガドラ系の貴重、高額って書いてあるんで分かるんで、バトルマニアとかね、すごくないですか？これ、なんですかね、このレベルで言うともう偽物が出回るぐらい貴重ですからね。しっかり封はされてますけど、なかなかなもの。このコーナー、やっぱドラゴンのコーナーやっぱすごいような気がするんですよ。高額って書いてあるから分かるんですけど、高額って書いてあるんですね。この辺も結構ね、偽物が出回るぐらい貴重なものです。そして僕も馴染みが深いから、なんか貴重かどうかちょっと麻痺してるんですけど、この辺とかってね、すごい貴重なんですよね。実際のところ、レッカとかギミックなんて僕何個持ってるのか分かんないですけど、ね、貴重ですからね、本当に。あと、グラディウスのアルギメですよね。これもやっぱ高額ですよね。これがさらっと入ってるみたいな箱付きでね。
これもすごいですね。まあこれ本当は1個でもあればすごいですからね、ギミックって。っていう、まあ僕の馴染み深いファミコンの貴重なものが入ってるコーナーですよね、ここね。そしてドラゴンのコーナー続きまして、ここもすげえ。これさっきあったやつは違うエイトマンが入ってるところ。さっきより綺麗じゃないこっちの方が。すげえ綺麗これマジで。超綺麗ですよ。これ、ネオジオのこのハードケースっていうかこのケースって中がプラスチックでできてるから中が割れたり切れたりすることが多いんですけど、そういうのもなく、これ新品の見綺麗じゃないマジで。ちょっとここ、まあ、汚れがありますけど、すげえ綺麗なエイトマン。さっきのやつよりも綺麗なエイトマンがありましたね。そして、おお、来ましたね。これネオジオのコーナーになってるんだよ。これ高額で書いてある。忍者コマンド。これはレトログさんのページにも買い取り、高価買い取りって書いてありましたね。この箱付きがあるわけですね。なかなか貴重なものですね。そして、おお、来ましたね。ネオジオ、すごいな。これでも高額って書いてない。まあ、すげえ貴重なもんなんですけど、戦国伝承が入ってますね。箱付き。これもなかなか綺麗だな。綺麗。綺麗。戦国伝承2。これもなかなか貴重ですからね。高額って書いてないですけど。そして、来ました。ついに来ました。こちらですね。高額当たり前ですけど、パルスターの箱付きですね。これすごくないですか。まあ、ちなみに、まあ、現時点なんですけども、今回この約2万本の在庫の中で、今、一番貴重なものということらしいです。これはね、だって専門店で買ったら50万とかするからね、凄まじいもんですよね。高額なの当たり前ですよね。まあ、ただね、こんな高額なゲームもこのアーケードアーカイブスシリーズで数百円でできますので、ね、ぜひぜひダウンロードしてみてください。いやー、これすげえわ、マジで。欲しい。はい、ということで、今日一日ね、レトログさんの倉庫見ましたけど、もうすごいっすよね。もう、いくら時間があっても見足りないみたいなね、もう見たら見たでいろんなものが出てきちゃうみたいなね、感じでしたけども、すげえあるスーファミとかも踏まえて、まあ、管理もちゃんとされてましたし、ちゃんとね、まあ、なんで、綺麗に保管されてましたよね。だから、プロの僕から見て、この保管状況、管理状況、合格だと、僕がね、言うのもなんですけどもね、僕の家はちょっと乱雑になってますからね。まあ、今回見れたものも紹介しきれなかったものも、まあ、約2万点のアイテム、こちら全て購入できるとのことです。まあ、詳しくはレトログさんの販売ページから見てみてください。まあ、ちなみに海外と日本では、まあ、相場とか人気とかが違ったりするんで、破格でレアアイテムが購入できる可能性もあるとのことです。まあ、それでは僕はそろそろこの辺で帰りたいと思います。お土産にね、こちらパルスターもらっていこうかな。それではさようなら。やったー。